皆さんこんにちは、ジョーです。本日はですね、友人からいただいた桜の木を使ってですね、レスポールタイプのギター制作を始めてみたいと思います。なんか和材を使ったギター作りたいなとは思ってたんで、ちょうどいい機会になりますので、頑張ってレスポールタイプのギター制作していきます。結構大きめのサイズを2枚いただいたんですが、かなり反ってるから、頑張って使ってとのことだったので、まずは材の選定からですね。今回トップに貼り付けて使うつもりなので、2枚を見比べてちょっとだけフレームの入ってる材を使っていこうと思います。厚みが、板厚で 40mm ぐらいありますので、半分ぐらい削り落とさなきゃいけないんですよね。でさらにめちゃくちゃ反ってますので、表と裏両方ともトリマーで削っていきます。いわゆる平面出しの作業ですね。これがサイズもでかいし削る幅も広いんで、めちゃくちゃきつかったです。まとめてやらずに使うサイズだけやればよかったなと後々後悔しました。一通り厚みができたら使う部分をカットしていきます。うちのバンドソーとかじゃ切れないので、こちらは手動で手の甲でやっていきます。いやー、この段階ではとてもギターになるとは思えません。ただの板です。ようやくトップに使う部分ができました。水で濡らすとこんな感じで結構木目が綺麗です。楽しみですね。続いてボディバッグの加工を行っていきます。まずは配線ルートとトグルスイッチ、キャビティの加工を行います。トグルスイッチの部分とキャビティの部分は貫通させていきます。テンプレートの方はあらかじめネットとかで探して落としております。結構地味にこのテンプレートを作るのにも時間がかかりました。配線ルートとキャビティトグルスイッチの穴の加工が終わったら、ざっくりと形を整えておきます。今回トップはワンピースで貼る予定ですので、ある程度形が整ったらもうマホガニーとこの桜の材をモンドで
接着していきます。特に2ピースとかじゃないんで、ここはワイルドに適当に貼り付けました。フレームができるだけ残るように角に寄せて貼り付けてみました。特に不具合がないといいんですが、多分大丈夫だと思います。1日しっかり乾燥させたら、トップ材のはみ出した部分を切っていきます。桜材めちゃくちゃ硬いんですよね。特性はかなりメイプルに近いと思います。うちのバンドソーだとパワー不足で何回も止まってしまいます。なんとか試行錯誤してはみ出してる部分を切っていきます。なんとか切り終えました。軽く線を描いてみたら、結構いい感じにフレームが残せました。アーチボディにしたいので 17,8 ミリぐらい桜材使ったんですが、超極厚のボディ材がとりあえずできました。今度はテンプレートに合わせてトリマーで外周をきれいにしていくんですが、かなり余分な部分が残ってしまっているので、とりあえずベルトディスクサンダーでテンプレートギリギリまで削っていきます。現時点ではかなり重たいので結構きつい作業です。結局ベルトディスクサンダーだと余分な部分が処理できず、スピンドルサンダーを買ってしまいました。今後も使うかなと思うので設備投資ですね。やっぱりあるとめちゃくちゃ便利ですね。それでは外周をトリマーで整えていきます。このトリマーテーブルを使ってやる作業なんですが、以前木材を吹っ飛ばしてからなんかトラウマになっちゃって、ちび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 怖いのでやっております。もしこの動画を見てやられる方がいましたら、めちゃくちゃ慎重に気をつけてやってください。大怪我の元になります。それでは極厚のボディができましたので、こちらをボリュームとかトーンポットが通るための穴ですね、加工していきます。これアーチつけてからでも良かったのかもしれないんですが、自分はアーチつけると寸法出しづらかったりするのかなと思ってこの段階で開けております。それでは今回最大に難しそうなポイント、初めての
トップのアーチ加工に挑戦です。まずネットで拾ってきたテンプレートを貼り付けて、外周からちょっとずつ内側に彫っていきます。初めてやる作業なのでまだイメージがこの段階ではつかめてないですが、ちょっとずつ段差をつけてって、最後カンナでその段差を削り取っていくというやり方をやってみました。この段階ではまだ試しながらやってるのであんまり深く掘っておりません。最終的にはこれ一番外側を6ミリ残しぐらいで仕上げようと思ってるので、なんか行ったり来たりしてますね。このアーチをつける時のテンプレートなんですが、テンプレート作っても多分良かったんだと思うんですが、今回は平面出しに使ったジグを使ってフリースタイルでなんとなく線に沿って削っております。ざっくりと何箇所かで段差をつけていったので、この段差を鳴らすためにカンナ掛けとかですね、ヤスリをガンガン使って丸みを作っていきます。この真ん中の部分はブリッジとかテールピースとかですね、そちらを打ち込むためにこの段階では何もしませんでした。最後ネックつけてからやればいいかなと思っております。なんとなくそれっぽくなってきました。一応あと真ん中の部分とかネック周りはですね、ネックを取り付けるときに微調整していきたいと思います。初めてのアーチ加工、なんとかうまくいきました。続いてボディバッグの R の加工を行っていきます。今回バックパネルトグルスイッチのカバーは売ってるものを普通に買いました。でこちらに合わせてですね、この蓋がはまるように加工をしていきます。これもこのプレートに合わせてテンプレートを作る必要があったので、テンプレートを作りました。バックプレートの落とし込みが完了しました。大丈夫そうです。それではネックジョイントの部分とピックアップの座繰りですね、やっていよいよボディの加工の方は終了となります。あとはネックつけてから微調整って感じにします。続いて指板製作に入りたいと思います。今回ネックより先に指板を作ってしまいました。まあ順番はどっちでもいいのかどうなのかちょっとわからないですが、
まずは指板に使うローズウッドを7ミリぐらいまで落としていきます。フレットの溝切りを行っていきます。今回はレスポールタイプのギターを作るのでミディアムスケールの間隔で切っていきます。ここまではいつもと同じ作業ですね。レスポールタイプのギターなのでバインディングを指板に巻いていきます。バインディング分指板を少し小さく作らなければいけないんですよね。間違えないように注意しながらやってみました。バインディング接着剤はギタークラフトさんで買ったものを使用してみました。ちょっと使い方にコツがいるみたいで、塗ったらすぐにくっつけてそのままテープとかで固定しておかないといけないみたいです。なんか溶かしてくっつけるタイプのようなんですが、若干使いづらくてしっかりくっつかないところがあったりとかしたので、ゴリラのスーパーグルージェルを使ってちょっと補修しながらやっております。1日しっかり乾燥させたらはみ出たバインディングとかを修正して平面出ししておきます。そしたらいよいよポジションマークの埋め込みに入っていきたいと思います。指板にマスキングテープを貼ってポジションインレイを当てて、それをくり抜いて底を削っていくという作業になります。結構肩が凝る作業ですね。なんとか埋め込みの方が完了しました。最初の方は良かったんですが、最後の方集中力が切れてだんだん雑になってしまい、少し隙間が目立ちます。それではエポキシボンドを使ってこちらのインレイを留めていきたいと思います。こちらのエポキシボンドにローズの粉を混ぜることで隙間が目立たなくなるっぽいので、こちらの効果に期待してやってみます。飛び出たインレイをヤスリなどで削って平らにしたらポジションインレイの埋め込みは完了です。あとサイドポジションマークを埋め込んで指板製作の方はこれにて完了になります。それではここからネック製作に入っていきたいと思います。ネックの方はワンピースマホガニーを使って作っていきます。まずは平面が出ているかどうかの確認と、あとヘッドがですね、ヘッド角14度でアイモクさんの方から届いているんですが、今回ヒスコレとかヴィンテージスタイル目指してまずヘッドの角度を17度にしていきたいと思います。
ヘッドの角度が17度になりました。そしたら正面もきちんと平面出ししてトラスロットの溝を掘っていきたいと思います。この平面出しの作業がですね、本当に重要になってくると思います。結構何回もここを手抜いて失敗してるので、慎重に慎重に進めていきたいと思います。以前作ったジグがそのまま使えたので、そちらのジグを使って 6mm の溝を掘っていきます。今回トラスロットにはたわませる鉄芯タイプではなくて、普通のストレートタイプのものを使用して作ってみようと思っております。適当な端材を使って埋め木をしていきます。一応トラスロットにはロウを塗り込んでおきました。温度でしっかり接着して一晩寝かせます。これでトラスロットの埋め込みは完了になります。暇な時間を使ってヘッドの突き板とかを製作しております。乾燥しましたので、飛び出た埋め木を削り落として平らにしたらトラスロットの埋め込みは完了になります。そしたらネックの中5ジョイントの成形をしていきたいと思います。以前やったフューチュラのセットネックで中5ジョイントは経験済みですので、なんとなくやってみました。実は動画にしてないんですが、ネック何回か作り直しております。動画にするとめちゃくちゃ長いんで、写真だけ載せときますね。1回目のミスはボンミスで16フレットのところで本来ジョイントするはずなんですが、なぜかずれてしまって15フレットのところから中5ジョイントを作ってしまったため、全然ネックが合わなくなってしまいました。そして2回目の失敗なんですが、ネックの角度を一般的な4度で作ってみたんですが、今回ちょっと欲張ってですね、アーチを普通のレスポールモデルよりも結構つけてしまったため、4度だと角度が足りなくてですね、原稿が12ミリぐらいになっちゃったんですよね。そこで再計算しまして、ネックの仕込み角を 5.5 度にすることでなんとか普通に弾けるギターになりました。これはめちゃくちゃ動画にすると長かったんでカットさせていただきます。ちなみに今動画で皆さんがご覧になってるネックが2本目のネックになります。このようにですね、結局救済できず、指板もネックもダメになってしまいました。この後ですね、ネックをジョイントしたりとか動画がしばらく続くんですが、最後の方は自然に3本目のネックに切り替わっております。そこはもう動画撮ってないので、うまいことつないでいきます。それでは中5ジョイントの方がある程度できましたので、ネックを指板に
極力近づけていきます。少し遊びを持たせておきます。でネックのグリップを成形してボディの方もジョイント前にある程度整えていきます。それではいよいよボディとネックをジョイントです。ワクワクしながら1日乾燥を待ちます。この木目塗装するのが楽しみですね。はい、ここで指板2枚目ネック3本目に切り替わっております。指板貼り付けの動画撮り忘れておりました。ちょっとだけ指板も質が良くなりポジションインレイの埋め込みも2回目なので結構綺麗に仕上がったかと思います。結果オーライって感じですかね。ではここから何事もなかったかのように続きをやっていきます。今回フレットはジャンボフレットを使用しました。バインディングのついてるフレットを打ち込むのは初めてなんですが、専用工具フレットタングニッパーっていうものを購入し、タングの処理をしてから打ち込んでいきます。 R をきつめにつけて仮止めしたらボール板にフレット打ち込み用の器具をつけて打ち込んでいきます。ブリッジとテールピースのアンカーの穴開けをしていきます。ブリッジとテールピースがつけばいよいよ弦が張れますね。この段階で仮組みしてちゃんとギターとして成り立ってるかを確認しておきます。前回ここで失敗してネックを外す羽目になりました。3本目は大丈夫そうです。音出しは動画の最後の方でやりますのでここではカットさせていただきます。このギター用に新たにナットを製作しております。仮組みで各パーツの調整とかも済ませておいて、いよいよ最終工程塗装に入っていきたいと思います。いよいよ最終工程まで来ました。それでは塗装をするために準備をいろいろしていきます。まずはペーパー掛けですね。傷をしっかり消していき、不要な部分はマスキングしていきます。まずはボディワークから行っていきたいと思います。マホガニーは銅管が結構深いのでフィラーに赤のステインを混ぜて着色しながら銅管埋めしております。1回塗って乾かした後もう一度塗っていい感じの色合いになったのでここから次の工程に移りたいと思います。
ボディトップの方もステインで生地着色しておきます。ちょっと濃いめの色を入れて木目を際立たせるためですね。せっかく塗るんですが、一度サンディングして剥がしていきます。色の調整をしてもう一度塗っていきます。そしてまたこれを剥がします。何回か繰り返すとこんな感じで木目が際立ってきます。自分は塗装のことはあんまりよく分かってないんですが、結構ですね、視聴者さんからコメントとか有益な情報がいただけて、かなり学ばせてもらってますね。いつもありがとうございます。この生地着色がラストになりますね。アンバーっぽい色をベースにしてみました。色止めと塗装ののりを良くするためにシーラーを一旦全体に吹き付けていきます。乾燥したらトップにベースカラーとなるイエローを吹き付けていきます。一応生地着色で最後アンバーで仕上げたのは、このイエローがものすごく黄色っぽくなってしまうのを防ぐためでもあります。生地着色の上にステインを吹き付けたので、ものすごく木目が立体的に見えますね。ヘッドの部分もブラックに着色しておきます。これヘッドのロゴはですね、本当は埋め込みでやりたかったんですが、ロゴが細かくてこれを埋め込む技術は自分にはないと確信を持ってましたので、マスキングして塗りつぶす方法を取ってみました。ボディバッグの色なんですが、ちょっとだけ色の修正をステインでしました。めちゃくちゃ細かいとこなんですが、ロゴが白すぎたので少しアンバーっぽい色を吹き付けてヴィンテージ感を出してみました。ヒスコレとかもこんな感じですよね。それではいよいよバースト部の着色をしたら着色は完了ですね。この魔女が使いそうなこの色のステイン、これが結構ミソでしたね。自分の目指してるカラーリングがなかなかできなくて、試行錯誤した結果なんとか出来上がったステインがこちらになります。少し青みがかってる感じを出したかったんですよね。仕上がってみるとあんまりわからないんですけど、なんとなくくすんだ感じというかですね、自分の目指してたハニーバーストがうまいこと表現できたかと思います。ついつい調子に乗って色を濃くしてしまいそうな場面ですが、ぐっとこらえてギリギリのところを狙っていきます。
乾燥させたらこんな感じですね。どうでしょうか。自分的にはもう100点ですね。完璧なハニーバーストになりました。ここからはセル書きをしていきます。今回バインディングはウッドバインディングで仕上げようと思ってたので、この作業をすることでバインディングをつけたような感じになっていきます。もうここまで来るとミスができないので、かなり慎重にやっていきます。この工程は雰囲気ものということで、一応ですねシリアルナンバーを刻印してみました。59年スタイル2025年1月、この時11日だったんですけど、11日目という意味で95011というシリアルナンバーにしてみました。ちょっとサイズでかいですかね。5mm と 4mm とあったんですが 5mm にしてしまいました。 Amazon で売ってますね。最後のクリア前の工程ですね。サンディングシーラーを吹き付けてサンディングシーラーを吹き付けてサンディング、これでツヤがなくなるまで、凹凸がなくなるまでを繰り返しますね。それでは仕上げのクリアやっていきます。マスクつけて喋ってるからもごもごしてますが、これが最後の仕上げのクリアになります。複数回吹きつけて乾燥させてを繰り返します。すごくテカテカしてて綺麗に仕上がってきたんですが、なんかですねだんだん気になってきちゃいまして、やっぱツヤ少し抑えたいなっていうのがありまして、お正月中だったんで唯一届く Amazon で売ってた半ツヤクリアを最後仕上げで吹きつけることにしました。いわゆる吹きっぱなしってやつですね。ギブソンのフェイデッド仕様みたいな感じで仕上げることにしました。最悪ツヤが欲しくなったらコンパウンドとかで磨けばまたツヤは戻ってくると思います。これで塗装は完了になります。また細かいとここだわり始めちゃいまして、こちらは自作したシルクスクリーンでちょっと文字入れをしてみたいと思います。なんとなく雰囲気出ましたかね。これ今度シルクスクリーンとして動画に出そうかなと思ってます。需要はあるかどうか分かりませんが、塗装が乾燥しましたので各パーツを組み込んでいよいよ完成です。制作期間は約3ヶ月くらいですかね。最初はとりあえずお試しで作ってみようぐらいの軽い感覚で始めたレスポールタイプの制作なんですが、できてくうちにいろんなところをこだわりまくってしまいました。やればやるほどこだわっちゃう感じですね。結局メインで使えそうなレベルで仕上がってしまったので、ストックであったセイモアダンカンの号泣ネックと自分の一番好きなピックアップギブソンの57クラシックをこちらのギターに搭載することにしました。
実はこれアッセンブリーもめちゃくちゃこだわってて、ヴィンテージの配線材を使い、バンブルビーのコンデンサーですね、こちらもヴィンテージものが入っております。これはヤフオクで買ったんですが、パルスコミューンさんというお店から購入させていただきました。一応リンク貼っていいかの許可も取ってあるので、リンク貼り付けておきます。この動画はまた別個で音の変化とかですね、本当に配線材で音が変わるのとか、そういった動画が撮れたらいいなとは思っておりますが、なかなか効果を動画に撮るのは難しいかなとは思ってます。ただめちゃくちゃいい音出ますね。見た目だけのためにポインターも購入しました。アウトプットジャックはプラスチックだとよく割れるので、ブラス製のものをつけてみました。それではこだわりにこだわった桜材を使ったレスポールタイプのギターが完成いたしました。スペックはボディ、ネックともにワンピースマホガニ、トップには桜材を使用しました。ラッカーでハニーバーストで仕上げております。インレイにはパーロイドを使い、フレットはジャンボフレットミディアムスケールで仕上げてあります。フロントピックアップがセイモアダンカン59ネック、リアピックアップはギブソンの57クラシックで、アッセンブリーはヴィンテージの配線材とバンブルビーのヴィンテージコンデンサーを搭載しました。それでは今回試奏をするんですが、出来たてほやほやでめちゃめちゃ弾くのが楽しくなっちゃって、めちゃくちゃ適当に弾いておりますが、一応音の雰囲気だけお確かめください。はい、それではですね、こちら出来上がったレスポールタイプのギターになります。一応こんな感じでフレームが入ってまして、でナチュラルウッドバインディングですね。で艶消し吹きっぱなしの仕上がりということで、裏はこんな感じになっております。それでは音出し、まず生音ですね。はい、こんな感じです。アンプですね、つないで。じゃあまずリア。センター。でフロント。でトーンを絞った感じがこういう感じの音になっております。どうでしょうか。いや結構それっぽい音出てるような気がしますね。ちょっと枯れた感じというか、まあこれヴィンテージの配線材によるものなんですかね。かなりいい音ですね。
フロントのトーンがですねまたいいんですね。はい、ということで自身初となるレスポールタイプのギター桜材を使って作ってみた動画でした。今回めちゃくちゃね長くなってしまって本当申し訳ないんですが、これでようやくですね MacBook とスマホから動画の方を削除してストレージが少し開けられそうです。ちょっとでもいいねと思ってもらえたらいいね、チャンネル登録とぜひぜひよろしくお願いいたします。それでは長々とご視聴いただきましてありがとうございました。また次回お会いしましょう。バイバーイ。